あれじゃちょっとまあ結構たっぷり1時間半とか2時間ぐらい仕事はしたけどもお酒飲むのは初めて、しかも2人ってね喋るって初めてだったけど、非常にね大人なアダルティーな時間を過ごせたのかなっていうね、いい落ち着きのある。でも今回からポッドキャスト始まるみたいなもあったんで、その耳の気持ちよさみたいなのを意識して、すごくねいろんな話も聞けたし、いい回になったんだけど、一個だけ文句、一個だけあるとしたらちょっと刺身食べ過ぎだな。2人前で頼んだ刺身俺 1.8 人前ぐらいいかれてるから、刺身食ってる量とかが気になるかなっていうところで、その辺も見どころとしてぜひ見てください。はい、はい、渡辺エンターテインメントが生んだ、怪物の男前、芸人にしてはやりすぎのかっこよさ、パーティーちゃんスカちゃん最高ナンバーワンです。はい、ということで、今回数珠つなぎ差し飲み第3回ということで、別に全然笑っていいよ。面白い時は笑ってもいいし、面白くない時は笑わなくてもいいけど、はい。数珠つなぎ差し飲みとは、ホストが差し飲みしたい、ゲストを指名して、お酒を飲みながらトークをしていこうじゃないかと。で、ゲストは次回ホストとなって誰と飲みたいかを指名できるという、もう名前の通り数珠をつないでいきましょうよと。で、前回が、僕がエドマリーの角井にゲストとして呼んでいただいて、で初回が二人静かのカリコルが、角井を呼んでということでいう感じなんですけども、いい企画よねこのね。渡辺同士ってあんまり関わりない人とか、意外と差し飲みってあんましみんなしてないと思うから、これでいい機会に、ね、なるだろうし。さあ、そしてそんなこんなでポッドキャスト、この動画の公開と合わせて数珠つなぎ差し飲みの音声版ポッドキャストが配信されるということで、これまでの2回も同時に配信、Apple Podcast、Spotify Podcast から聞くことができるらしいので、ぜひ聞いてみてよということで、だから、動きボケが封じられたということですね。さあ、ということで今回、私がホストでございますので、僕が指名した方はこちらの方です。どうも、こんばんは。よろしくお願いします。小方さん。ありがとうございます。けど、これいつ何時に見るとかないから。そうです。YouTube とかね、ポッドキャスト。こんにちはでもあるし、おはようございますでもあるし。すいませんね、なんか見ましたよ、この第1回からカリコルから。カリコル角井から。カリコル俺好きやから。そうなんすか。面識あります？全然ある。二人静かが、もう初めて見た時からなんて面白いコンビなんやと思ってたから。なんか普通にネタちゃんと面白いですもんね。めちゃめちゃ面白い。ほんで加賀谷の方は何回かバーベキューしたことあんねん。そうなんですね。コカド軍団の一員。コカド軍団っていうか川でバーベキューする時のメンバー。川要員ですか。でカリコルはあんまり知らんかったから、なんかいろいろ知れたこれで。だからさ、その渡辺のまだ知られてない若手芸人たちのことを深くなんか知れるっていうのがいいなと思って。だからコカドじゃない方がいいなってコカド視聴者は思った。視聴者コカドはコカドじゃないかなとは思ったけど、なんかもっとこれからのこの若手のことを知りたいなっていう、視聴者コカドからしたら。なるほど。いやでも一発だよ、このぐらいでコカドさんが来ることによってこの企画の説得力増すんで。そういう趣旨と合ってないことない？いやそんなことないっしょ。そんなことないですか。だからどこに向かっていきたいとかさ、これ、最後ゴールは吉田会長まで行くの？どういうことなの？どうなってる？いやでも会長と池崎さんとか見たいなぁ。飛びすぎやろ池崎からいきなり。もっとさ、ヒデさんからとかやったら分かるけどさ、もう池崎さん。だから渡辺っていうくくりやったら誰でもいいの？もちろん誰でも。そうですか。芸人？そういうのも決まってない。渡辺縛り。だからコカドさんから別に違う界隈の俳優さんでも女優さんでもでもいいってこと？言ってもいいし。
林修先生。林修先生行ってももちろんあ、そうか、それが数珠つなぎの楽しさか。そうそうそう。なるほど、すごいね、なんか。そうっすね、なんかでもまあでもいい企画はいい企画めちゃめちゃいいと思う。渡辺の YouTube のチャンネルでこういうのをやってるっていうのが素晴らしい。はい。あと言って僕もコカドさんと一緒にプライベートで行ったことないっす。ないね。あれないかな。多分ないと思います。だからちょっと嬉しいですもん、この機会でね飲めて。なんか飲むんやんなこれ。そうやんな。頼みます。頼みました。なんかさ、いい匂いするの、すがちゃんこれ。なんか金木犀みたいな匂いですか。完全に僕っすね。ちょっと今僕俺と男だけやのにさ、なんかいい匂いするなと思って。ガクトさんの逸話知ってます？知らん。例えばテレビ局ついて、いい匂いの方をたどっていくと、そのままガクトの楽屋に着くみたいな。そんな逸話あんねや。それに僕猛烈に感銘を受けまして。いい匂いさしてんねや。やらせてもらってます、正直。ほんま。いや、ここの店やからよかった。もう寿司屋やって怒られてるからな。マジでこれが。いや、でも、そんななんですね。いや、そんなってやん。俺これヘアワックスみたいな。ヘアワックスなんや。香水じゃないんや。ワックスというか、肌にも塗れるみたいな。なんか、だから、いや、まさかすがちゃんやと思う。なんか、このスタッフの、こちらの方かなと思って。こちらの方ではないなと思ったけど。社員さんなんですか？ YouTube の制作とかを。なるほど。こっちの SNS を中心に担当してるんですか？俺らが渡辺入った時とかそんなんなかったから。そっか。この SNS の部みたいなんとか。あれ、正式デジタルクリエイデジタルクリエーション部ね。それもだから何年前ですよね、できたの。最近でしょ。ね。いいよね。いろいろ広がってるよね。広がってますよ。新社屋もね、すごいし。一回好きなやつこう言ってみて。相当センスありますよ。大丈夫ですか？憧れちゃいますよ、多分。いやいや、別に俺注文で憧れることないからな。何頼んでも。結構僕いいっすよ。うまそうだな。嫌いな食べ物あります？香草類、パクチー。はい。パクチーをさ、嫌いって言ったらさ、パクチー好きの人って絶対さ、ここのパクチーは大丈夫なんですってさ。あるあるっすね。みんな言うやん。それでことごとく全部無理やったんや。後のパクチーも。どの店のパクチーも。いろいろだから俺克服したいタイプやから、そういうの。いろいろ言った。ここのパクチーはもうパクチーの味しないんで、みたいなとこも言ったよ。それ意味ある思いながら。じゃあもう食べんねえんちゃう思いながら言ったけど、無理やったりとか。それぐらいでも。じゃあ僕まず、湯葉のお刺身いいなと思います。京都出身違うよね。全然山形です。そうや。見たサマーズさんのチャンネル。ありがとうございます。山形のな。名産を紹介する。コカドさんって結構好きっすか？飯。そんなグルメではないけど、大切にしようとは思ってる。だから今のすがちゃんの注文の仕方はすごく良かった。注文からも大切にしてたから、食を。適当にさ、若手芸人と一緒に行ったらさ、もうめっちゃ適当に唐揚げとかさ、それはもう俺あかんねん。大切にしてないなと思うねん。大事っすよ。今めちゃめちゃ大事にしてた。ミニ大根。うわー、嬉しい。ミニ大根。ミニ大根だ。俺初めて見たかも。いや、僕も初めてですもん。ミニ大根やん、もう。見るからに。これだってそれ以外名前つけれないですもん。嬉しい。いいっすね。お疲れです。いや、ちゃうやん。そうだ、あれがあったわ。数珠でしょ。うわー、見てるから。何してんのよ。何してんねん、俺。お疲れっすって言ってたやん。すみません、ちょっと本当に。せっかく考えてくれたんでしょ、カリコルが。完全に油断してました、今。お疲れっすって言って。お疲れっすって言ってました。何してんのよ。すみません。ミニ大根で引っ張られちゃってました。じゃあ、改めて。数珠。美味しい。これはうまいっすね。そうだ、数珠はカリコルが命名したのか。カリコルやったんちゃうかな。確か。せっかくのカリコルのプレゼントじゃ使っていかないと。うまいで。いただきます。ミニ大根。
めちゃめちゃいい歯応え。一口目のこの食感楽しんでいただきたい。生産者側の意見。はい。いただきます。一発目の食感。これ。うんご。はい。うわうまっ。これうまっ。ちょっとあそこのパンっていう後、ちょっとカブかなみたいな後確かに大根のおろしの、でも感じる感じ。ちょっと苦味があるけど、その苦味がこの味噌の甘さとすごくマッチしてるんですよ。知ってましたねこれ。はい。ちょっと石ちゃんがいる事務所すぎますか今。ちょっと生き生きと食レポしすぎましたか。何が、苦味が味噌の甘みとマッチしてすごく美味しかった。すごく綺麗に素敵なコメントだったんですけど、ちょっと気になりました。ちょっとやりすぎかもしれないですね。職業病やなこれは。すみません。いや別に意識したわけではないってことですか。いや本当にそう思ったから。思ったことを言語化してくれたって。ちゃん可愛いやと3倍言うてたで。あんなもんじゃないよ。チャンさんすごいっすよね。だってチャンさん養成所の講師みたいなのもたまに。ああそうなんや。特別講師みたいな。うますぎるもん。そのロケが食レポめっちゃ分かりやすかったっす。知ってる？一回成り行き街道旅のゲストでちゃんが出て、うますぎて怒られたの。ロケがうますぎてあの番組やっぱな成り行きでこうやって行って、俳優さんとか女優さんとかの素の感じが見たいんや。オフの感じが。ちょっとチャンさんオンすぎますと。女優さんとかのオフが見たいのに芸人のオンがすごいって言って、もうその抑えるとかもなってまうから食べたらすごい。あるようますぎて怒られること。うますぎて怒られる現場ないもんな。ハンさん僕なんか1,2 回ぐらいしかご一緒させてもらってないですけど。会ってない先輩とかいてるもうおらんかさすがに。いや全然います。それこそ泰造さんとか僕お話ししたことないですし。泰造さん会ってない？マジ？マグラさんも何年も前です。パーティーちゃんになってからお会いしてないですね。吉本はなもっと劇場で先輩後輩が会ったりするけど、渡辺はもう先輩になったら出えへんもんな。いやもうないっすね。ないよね。本邪魔かさんも。本邪魔かさんもどっちもないです。ないっす。マジ？深川さんは？深川さんはサマーズさんの YouTube チャンネルでトリオで出た時にお話しさせてもらった。いやパーティーちゃんみたいなトリオ、コンビとか、深川さんにアドバイス聞いたらめっちゃいいで。いやそうっすね。いや好きなんですよ深川さんも。ファンで、やっぱそのキャラのコンビとかピンもそうやし、その戦略やっていき方だから、ノラとかも、バブルをちょっと薄めていく感じとか、深川さんに相談したり。なんか師匠弟子的な感じでしたよね、このノラさんと深川さん。アンガールズとかも深川さんが初め結構こうの方がいいんじゃないぐらいの感じで言ってたりとか。今でも深川さん後輩に興味持ってくれますかね？いやめっちゃ好きやねん。深川さんもそうやって後輩見るんとか。だからパーティーちゃんなんかめっちゃ深川さんの中でこんな感じがいいんちゃうとかあると思うねんな。うわだ僕最初そのサマーズさんのチャンネルでお会いした時に、ハマりに行きたすぎて、勝手な予想で多分上品なやつ好きだろうなと思って、ちょっとそのパーティーちゃんっていうやつにはやりすぎぐらい上品にいってちょっとブレちゃいましたね。そう、だいぶ上品に。ハマりに行くとかじゃないから、そのままのパーティーちゃんを見せたら、そっか、それを言ってくる、アドバイスしてくれはるから。僕岡田さんと初めてお会いした時もなんかね、もう 10年前ぐらいなんですけど、パーティーズの時、僕が1年目の時全く覚えてない。前の表参道の事務所の1階のエレベーターの前で、僕たまたま岡田さんがエレベーター待ってて、そしたらパーティーズやんって言ってくれて、知ってくれてんだ嬉しいと思って、僕は1年目ぐらいまだ入所したて事務所に、あれなんやろめっちゃなんかチャラいんやろみたいな、
なんか結構すごいって聞くで女の子でも紹介してみたいな感じで、ほんま、はい、言ってくれて、ちょっと一回料理がうまそう。うわー美味しそうこれ。でコカドさんになんかエッチな後輩としてなんか目をかけてもらってると思って。だってパーティーズって言うてんねんから。はい。一生懸命だから女の子と遊んだりとか、いつかコカドさんに呼ばれて女の子3人ぐらい用意してとか言われていいようにめっちゃ。いやほんとこれガチっす。違うやんそれ。俺パーティーズって名前でそんなキャラでやってるから、多分そう言っただけやで。そうなんすか。それを売りにしてんやろうなと思って。いやでもそのパーティーズがすごいっていうのは聞いてたから。いやーでも嬉しかったっす。だから俺だから今若手で誰が面白いんとかみんなに聞くねん。結構ずっとな。一時期ずーっとパーティーズの時があったんや。誰に聞いても。嬉しい。何ですか。湯葉だ。湯葉まず食べよう。いただきますわ。ちょっと湯葉。うまっ。優しいけど薬味ってちゃんとそうそう半気がわさび漬けとか、こういう海藻類に味しっかりつけてそっちで出てますよ今。心のちゃんが出てます。ちゃん出た。ちゃんさんが出てました今。いいよねこのなんかさ落ち着いてるよね。僕っすか。いやでももう落ち着いてんのかな。でもはしゃげって言われたらはしゃげます。いやわかる。でもどっちもいけます。なんかこういう2人で喋るみたいな時に、こんなにご飯に集中する時間持てるってだいぶ落ち着いてるで。普通はもっと喋らないととか、そのホストやし、後輩っていうのもあるし、もっと喋らないととかなんか思うのに、こんだけご飯に集中できるって、だいぶ落ち着いてると思う。それはめちゃめちゃいいと思う。本当ですか。よかった。いい方面ってことで大丈夫ですか。若手の子とご飯とか行ったら、もうちゃんと味わわずに喋ることで、もう適当にこうやって食べながら飲んでねとかが多い。そっちの方が多い。で、いや俺こんな美味しいご飯出してもらってるのに、ちゃんと味わいいやと思ってまうねん。でも向こうからしたらもうそんなことよりコカドさんと喋りたいんでみたいに言ってくれんねんけど、と思ってたところちゃんとなんかご飯を味わうっていう余裕、この余裕さ。これはまあでも余裕っていうよりはやっぱ食への愛。昔食べられへんかったからな。まあ昔食べれなかったですけど、そこっていうよりは僕の気品の部分の愛ですよ。食に対する。いや僕好きなんでご飯。そうなんや。好きなんやね。だいぶ好きですね。イメージ的にもっとなんかガサツなんやと思った。全然そんなことないね。そうっすね。全然。やっぱギャルと一緒におるからかな。でもねギャルもねグルメなんですよ。あいつらもご飯好きなんですよ。きょんちぃも？きょんちぃも結構好きっすよ。信子はさいいとこの子やからさ、なんかわかんねんけど。お酒飲むときは家が多いですか？外で飲みます？半々かな。だから俺ん家に集まってみんなで飲むのが多いっちゃ多い。いや僕行ってみたいんですよ。いや本当にコカドさん、もうコカドさんと飲むといえばコカドさん家で。そんな噂ある？そのイメージというか大体その噂ある？坪倉さんとあとその後輩。そういろんな後輩が来てくれてるよ。主には誰ですか？坪倉がおって高道。佐藤馬虫さん。佐藤さん昔からそのイメージあるわ。主にはそうかな。ほんであとはその時でなんかいろんな後輩がなんかチャンピオンズも一時。チャンピオンズも2人とも来てるよ。で一時期昼間に後輩3人ぐらいを、俺の会ったことない、後輩3人俺ん家に連れてきて喋るみたいな会をやってくれてて、なんか知らんけど高道がここ
もうコカドさんに若手はあった方がいいからみたいなよくわからんさ、やつでいろんな面白いとあいつが面白いと思う後輩をだから小竹正義感とかほんでチャンピオンの大ちゃんとかその時も来てとかいろんな芸人呼んでくれたりしてて、だから俺これやりたいねんこの YouTube チャンネルでこれは夜この数珠つなぎでやってるやん、これの昼バージョンをなんかカフェとかで、俺が全く知らんでもいいし、ちょっと喋ってみたいなみたいな喋ったことのない、人と喋るみたいなのをやりたいねんけどどうですかこの夜バージョンと昼バージョンで、なんかな一旦今思いついた名前つけていいですか？コカドとアフタヌーンティーと出会いいやすごいなんで急に思いついたん？いや結構俺思いつき側の人間でコカドとアフタヌーンティーと出会い、いかがですか？いや名前はまたおいおい考えるとしていやじゃあ片隅だけ入れといてください。そういうだから菅がこんなこと言ってたなっていう。あんまこうやって後輩と絡む機会も俺らもライブ出えへんようになったからないから。でもそうっすよね。知っときたい気持ちもあるし。面白いやついっぱいいますからまたえぐいっすよ。だからさこの間の江戸マリー、江戸マリーとかも俺喋ったことほとんどないけどすごい興味あるもん。めっちゃ2人とも男女コンビでバンとつないで世界観あるし面白いっすよ。僕が今ねなぜバレてないっていう一押しの後輩いるんで。誰？好奇心っていう。知らん。渡辺を完熟フレッシュ以来のスカウトで入ったコンビなんですよ。そんな好奇心？まず一人が、中国人なんですけど大手広告代理店で働いて、部長なんですよ。で見た目めっちゃ可愛くてだからでお笑いもあんま知らないんですよ。興味もないし。それ面白いの？めっちゃ面白いです。面白いんや。面白いです。でそれの相方がもっとすごくて、お父さんが超有名もう三大商社の副社長の息子で、実家がトランプタワー前。でその超金持ちの息子の方がお笑いオタクで、でそいつも自分でもめっちゃ稼いでるんですよ。でもう30過ぎたあたりぐらいで、たまたまお金持ちが集まるパーティーで、その中国人マジシンってやつ知り合って、めっちゃ見た目も可愛くてなんか発言が面白かったんですって。でお笑いやってみないっつってアマチュアでコンビでM1だけ1年に1回出てるところを渡辺が見っけて入りませんかっつって、ぜひちょっと今度紹介しますみたいな。もうどんどん出てくるやろな。ほろ酔い3質問っていうコーナーがある。ほろ酔い3質問。ほろ酔いにならなあかんってことね。やっぱいいね、この今のご時世やからほろ酔いになった体とかないからほんまにほろ酔いちゃんと飲んで、まだお前ら一杯ちょいしか飲んでないやろっていう、ほろ酔いじゃないやろまだっていう。ほんと手出がなくなりましたよね。そうやね。自己プロデュースでこう見えた方がいいからこういう発言をしようとかあった方がいい時代もあったと思うんだけど、今はほんまに思ってることを思ったままお届けするっていう方がなんか俺ねうまくいくんじゃないかと思ってんねんな。嘘をつかないっていう、なんか本当に思ったことの部分は本音で言った方がいいみたいな。でなんかね見てる人もねなんか分かるっていうかこいつ本心じゃないなみたいなの思ってきた。確かに見ててもなんか感じるんでしょうねちゃんと。だいぶだっていろんなエンタメもだいぶみんな見てるから、目も超えてますしね。そうね。あれお酒自体は強さ的にはどれぐらい？嫌いじゃないけどあんまり強くはない。まあ 3,4 回飲んだらもうちょっと酔っ払う。もう3杯飲んだら酔っ払う確実に。僕結構際限なくいっちゃうんですよね。めっちゃ飲むねや。めっちゃ飲みます。それ酔っ払うやろ？でも変わんないです。変われへんの？この感じで落ち着いてんのずっと説教モードに入るとかさ、そうないの？前までは結構お笑い語りモードがあったんですけど、ち
ちょっと最近疲れたというか気づいたんですよ、そんなの楽しくないぞっていう。これはでも自分の中では楽しかったんやろ、お笑いを語るっていうのが。もうみんなで飲んで芸人と。楽しかったんですけど、じゃあいいやん。どんどん僕生きてて色がなくなってってたんですよ。どういうこと？楽しいっていうか喜怒哀楽がめっちゃどんどん薄くなっちゃってて。なんで？なんか本当はそんなやつじゃないのに頭使って生きすぎてこうなったらこうなるだろうみたいな生き方しちゃって、パーティーちゃんになって無理やりそういう生き方したら、なんか感情が薄い化け物になりそうになったんで、怖いと思ってダメと思って、楽しくワイワイ生きようっていう。あ、そうなんや。なんか若手芸人の中でも特にすがちゃんはもうストイックな、楽しくみんなでやろうよって言ってる中、てっぺん目指してみんなライバルでやっていくぞみたいな感じじゃないの？全然あ、そうなん。そのイメージあったけど。怠け者バカ楽しいこと好きボーイなんで。そうなんや。無理くりその期間を作っただけで、でもその作った期間に飲み込まれかけたんで。あと僕自分でもう一回改めて俺なんで芸人になって、芸人になって要は世に出て何が嬉しいのかなって考えたんですよ。いいよ、それ大事、みんなな忘れんねん。あるってことで、小川さんもありましたこの時期？ある。もう特にこの世に出れてから、みんながいろんな人にいろんなこと言われて、もう忘れんねん。なんで俺は芸人になったんやっていうのを、ほんで定期的にそれを思い出した方がいいとは思ってる。そうちょうど俺それ聞こうと思ってたんですよ。なんか忘れちゃう時あるじゃないですか。忘れる時ある。忘れるっていうか、周りに流されたりとか、本当に自分はそう実は思ってないのに、そういう流れやからみたいでそっち行ってる時あんねん。それ毎回一緒っすか？毎回変わったりします？なんでなりたかったの？なりたかった理由とか、その時もう一回奮い立たせるための。もう変われへん。今は変われへんよ。それなんすか？俺はもう若手芸人になりたかった。テレビで深夜番組を見てて、その時の若手芸人が、俺大阪の時は千原兄弟さんとかジャリズムさんとか、そのまだこれから売れていく人たちの熱みたいなのを見て、うわここに入りたいと思ったよ。だから若手芸人になりたかったよ。だからよう考えたらすぐ夢叶ってんねん。そうです、もうなった時点で若手芸人になってるから、すぐ夢叶ってんねん。夢叶ってんのに、何をまた新しい夢を見つけようとしてんねんみたいな。違うやん、若手芸人になりたかったんや。だからそれを慣れたことを楽しまなあかんやんみたいに思って。そうか、そもそも慣れたことが楽しいを忘れないで生きるっていう。そっか、そうなんすね。それなんなん？初心っていうか、なんでなりたかった？いや、僕と服部先生がやっぱモテたかったっていう。まあでもそれもあるよ、もちろん。でも全然今モテないんでちょっと話と違うなっていう。モテてないっすね。モテてないの？なんていうんですかね、そもそも僕女性ファン少ないんですよ。7割8割男性ファンなんですけど。そうなん？男性ファンなん？男性ファンなんですよ。男性がどういう気持ちでファンになってるの？ちょっと前だと要はギャルに挟まれて苦労してるのを見て、キャバクラの店長とかコンカフェの店長とか共感わかる、になんか娘を持つ父親とかで、今だと僕なんかあといろいろなんつうんだろう、こういう風に考えて売れるために頑張ったんだみたいなのを結構裏言っちゃうみたいので、考察好きとか、なるほど、そういうの考えるの好きな人が僕になんか今後こういうプランで言ってった方がいいと思いますとか、SNS の DM とか事務所になんか30ページぐらいのオリジナルの自筆の本みたいなの送ってくれたりとか、で今はそれこそもう狩野英孝さん的なルートでいう風な見え方になってるんで、DM でアドバイス、それこそ一緒、あちこちどっちさんとあちこち踊りの後もダメ出しの DM とかあの時はこう立ち回るべきがよかったですよ。お笑いファンやな。お笑いと考察好きのおじさんと苦労が分かりますのパターン。なるほどな。
違うんですよ。僕女の子にただキャーって今もう僕の自称弟子と名乗る男たちがライブ終わったら出待ちでええやん、たけしさんみたいやん。ラジオやってた頃のたけしさんみたい。ええやん。違うんですよ。僕はワーキャー言われたくてなったんですよ。コカドさん若手の時どうだったですか？やっぱ女子にわーっていう感じでした？いや、その時期もあったよ。だってレッドシアターの時にだって20%とか取っててもうゴールデンで、もうほんまバレンタインとか事務所にもうほんまに段ボールことが来てとかの時もあったよ。それはもうコカドくんみたいな。そう。うわー、チョコレートな。でももうすぐなくなったよ。あ、その時期が。5年後にはほんま事務所にバレンタインエビせん1個とか、いやどこでもないやみたいな。渋めの。うん、それレッドシャドウの時ってそれ何年目の何歳ぐらいの時ですか？何年目って俺だからその高1からやってるからさ、お笑いは。そっか、何年目ややこしいか。ロッチ組んだのが、はい、2005年、はいはいはい、でその1995年ぐらいからやってるけど、はいはいはい、ロッチ組んだのが2005年、はい、でレッドシアター始まったのが2009年10年とかその辺。じゃあ結成して結構割とすぐ 4,5 年で、世に出れたかな、はいはいはい、ロッチとしては。それもうだってレッドシアター出れてるってことは、まあ一応このブレイク枠として結成してすぐずっと行ってたってこと？いやいやいや、全然そんなことない。あ、そうなんですか？レッドシアターってさ、はい、イメージさ、レッドカーペットの人気者集めて、はい、ちょっと長いネタをする番組やん、はいはい、俺らだけレッドカーペット出たことなかったよ。あ、そうなんすか？そのピンクカーペットっていう、レッドカーペットまで行けへんけどこのど深夜で、はい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 、その直前の若手が出れるみたいな、はい、それも全国区じゃなく、じゃあピンクカーペットっていうのがあってん、それに一回出れててん。だからレッドカーペットのオーディションはめっちゃ行っててんけど、落ちてでピンクカーペット一回出たとこで、いきなりなんかレッドシアターのメンバーに入るみたいになって。それはオーディションがあったんですか？オーディションないねん。総合演出の人が長いネタの番組をやるってなって、レッドカーペットの人気も集めたけど、ロッチっていうコンビは、長いネタやらしたら絶対大丈夫やって言ってくれて、だから入れるって、もうその人が独断と偏見みたいな感じで、短いネタはまだあいつら本領発揮できてないと、長いネタやらしたら大丈夫やからって言ってなんか入れてくれてん、そこに。だから、始まった当初なんか俺らだけ誰やねんって言って全然それまでも別にテレビ他で出てない。ほぼちょこちょこしか出てない。たまにネタ番組ちょっとみたいな。ほんまたまに。だから世に出るともその人のおかげみたいな。そうなんだ。でそれでレギュラー始まって、でレギュラー始まったけど、俺らだけ全く人気なかったよ。もう見事に一組だけ。まあだって知らない視聴者もみんなだってすごい人気者やから。ちょっとそれって叩かれるじゃないですけど、なんだよ急にみたいな目線ってあるんですか？外部も内部も。その時まだツイッターとかなかったよ。そっか。SNS なかったよ。はいはいはい。そのレッドシャドウ始まった時。だからそんな一般の人の声なんてないねん。なるほど。それ今考えるとなくてよかったっすね。なくてよかった。嫌や、あんなあったら。なんやねんこいつだって言われてたよ。ほんで毎週女優さんとか俳優さんとかそういうゲストが来てはって、誰が好きですかみたいなあんねん。みんなハンニャだ、フルポンだ、ジャルジャルとかな言うやん、そら。一切俺なんか言わへんよ。知らんねんから。それを多分見かねたっていうか、番組的なことも思ってやと思うけど、関根さんと勝俣さんがゲストの時に、ロッチが好きだねって言い始めてくれて、あえてやと思うのもあるのか分からんけど、俺はロッチが好きだよって言って、関根さんとか勝俣さんのロッチが好きってすっごい爆発力やね。発言力としてはもう。それで一般の人もこの人ら面白いんやって思ってくれて、その目線で見てくれて、面白いってなって、
なんか逆にこの人気者たちよりも私は好きですみたいな人が増えてきてん。お笑い通みたいな雰囲気の人がみんなロッチって言ってくれるようになってん。はいはいはい。ハンニャとかはまあまあわかるけど俺はロッチだよみたいな。だからもうそれロッチさんっていうことがおしゃれでありお笑いを知ってるものの証みたいな。あえてロッチって言うみたいな人がめっちゃ増えてん。それももう肌で感じるぐらいちょっとグッと人気になったなって思いました。肌で感じる、もう街で声かけられる量とか。いや、街で声かけられるは、その後にレッドシアターがめっちゃ人気あったけど終わるってなって。な。ほんでみんなめっちゃ最後、みんな集まって終わることになったけど、みたいなのがな、飲み会みたいなのもあってん、レッドシアターメンバーとスタッフさんで、また頑張ろうみたいな。みんな泣いたりして、なんで終わんねんみたいな。その時も俺らだけ終わると同時に笑っていいとも決まってて。うわー。もうその時は言われへんで、そんなみんなが終わるってなってるけど、でも俺らいいとも始まんねんなみたいな。うわー、はいはいはい。ほんでいいとものレギュラーになって、そっから街でもうみんなから声かけてもらえるようになった。レッドシアターの時は若い人ばっか若い子がいいとも出るようになって、全世代の人に知ってもらえた。そっからなんか。そっか、そこは、そっか、確かに意外とロッチさんもそこのタイミングを知らなかったっすよ。そのレッドシアターといいとも出てたなとかいろいろありましたけど。コーナーというか、ほろ酔い3質問という、ホスト側に回った人がちょっと酔っ払った時に質問をして答えていただくっていう。なんか NG とかあります？ほぼ NG。逆に？ビジュアル系バンドみたいな生き方してるんですか？ないっすよ、芸人でほぼ NG。うわぁ、どれにしよっかな。まあでも、ちょっとじゃあ、切り裂くようなの言っちゃっていい？嫌やなぁ。言っちゃっていいですか？芸人になって一番痺れた瞬間は？俺は、すぐ答えれるよ。2つあんねんな。1番。いや、まあ、どっちも全然聞かせてください。キングオブコントで、2015年、まあ、そこじゃないねん。1本目受けて、2本目滑って、3位になって、そこも痺れたよ、もちろん。でもその後に、めっちゃ滑ったことによっていろんな仕事が来て、ダウンタウンナウのはしご酒見ましたよくあるわ。呼んでもらって、だから優勝したコロチキじゃなくて俺らがメインで優勝してないのに呼んでもらって、でダウンタウンさんといろいろ話して、めっちゃ滑ってたなみたいな、ちょっとみたいなありながらの中で松本さんが、まあでもロッチはもう才能あるよって言ってくれた瞬間、俺もうほんまに泣くのめっちゃ我慢してん。やっぱりダウンタウンさんに憧れてみたいなとこあるやん、その瞬間はもう松本さんに才能あるよって言ってもらった時。それまで何回か仕事で全然何回かはあった。けどそんなちゃんとがっつりその喋るみたいなのはなかったけど、滑ったなみたいな、2本目なんやねんあれみたいな流れからのそれ言ってもらった時はしびれたな。しびれる。それってそのもう何軒目か行った時ぐらいなんですか？もうあれ、いやもう結構早めに。そういう日ってどうするんですか？その言われてもうあるじゃないですか、言われた言葉がもうここにどうするんですか？それもう家帰るんですか？それはもう、寝るんですか？もう家帰って寝ようと思うけどなんかギンギンで寝られへんよね。だからキングオブコントでめっちゃ受けた瞬間とかよりもそっちの方がしびれた。そうっすよね。そっか、すごいな。あともう一個は、プライベートでさんまさんとコンパさせてもらって。すごいな、さんまさんとコンパ。
何回かさせてもらってんのよ。22 22でやったこともあるし。の時に、お結構ほんで大人数でこうやらせてもらった時に、スピードワゴンの小田さんとか持って、でカラオケもできるとこやって、で何歌うとか歌おうみたいになった時に、俺はもう笑顔のまんまをさんまさんと歌いたい。でもこれはもう失礼に当たるかもしれんし、わからん。小沢さんって呼んで、俺これ入れようと思うんですけど大丈夫ですかねって確認したら、小沢さんが「行けよ!」って言うから入れて、で流れてきて、さんまさんが「おーなんや!」みたいになって、ほんで俺が1番だけ一人で歌って、さんまさんもこうやって乗ってくれて、ほんで2番になる時にさんまさんにスッとマイク渡したら、魔法のふりして渡して、ほんならもう一緒に歌ってくれて、うわーすごっ。それもしびれだ。それはなんか思い出になるしびれのやつですね、この。いや、そうね。さんまさんと笑顔のまんま一緒にデュエットできたなんて。うわーいいな、それはしびれるな。その2つはもうやっぱなんか1個のゴール。いや、そうっすね。憧れてた人たちとこんなことをっていう。憧れのテレビの人に褒められて一緒に遊んでカラオケ歌うってなんか、うわ俺ちょうど2つ目の質問を、俺今芸能界してるなと思ったのは何ですかって聞こうと思ってたのよ。さんまさんのそれはいやすごいな。そのコンパはうまくはいったんですか？さんまさんとコンパしても、女の子に集中できへんよ。いや、そりゃそうっすね。いや、そんな無理よ。さんまさんに面白く思われたい一心でやるやん。ほんならそれ以上にさんまさんがめちゃめちゃボケんねん。やりすぎぐらい。もうほんまマジでさんま御殿より回すから。コンパを。そっか、もう人数ももうちょい小規模だから。めっちゃすごいで。それもうコンパってちょっとしたなんて言うんだろう、男女のスケベ感とか。いや、さんまさんのコンパってね、そういうことじゃないね。あの人多分、今の若い女の子が何面白いと思うかとか、俺はまだ通じてんのかとか、多分そっちでやってると思うな。見てたら。それじゃないとあんな回してボケて突っ込んで。テレビで見るさんまさんの温度でコンパもいるってことですもんね。異常異常よ。異常か。ほんでさんまさんがな、ブワーって回してほらーって言って一番に帰んねん。その後の女の子の余韻すごいで、かっこよかったみたいな。こんなだってめちゃめちゃかっこいい。だって自分のためだけにこの全てのお笑いをしてくれ。うわほんまに泣いてた子もおるし。その面白と感動が入り混じって。感動で。何しに行ってんすか、さんまさん。いや、それがあんだけ現役で、もうだっておいくつですか？60もう69ですね。それでもあんだけ第一線でやっぱさできるって。いや、すごいな。誰に一番会いたいの？一番会いたい。誰でもいいから会えるってなったら。僕は今は、叶姉妹さん。なんでやねん。誰でもええねんで。誰でも会わしてあげるって言うてんねんで。叶姉妹さん。叶姉妹。なんでなん？たまたま叶姉妹さん叶姉妹がラジオやってて。叶姉妹さんラジオやってんの？バカおもろいんすよ。あんだけビジュアルの人が声だけで勝負してんの。声の本当に言葉大喜利みたいなやってて、ある種僕もキャラ芸人として出るってなった時に、僕なんかちょっと言い方あれだったらあれですけど、僕キャラ芸人の頂点叶姉妹だと思ってるんですよ。なるほどね。まあね。だって20年以上あのスタイルで売れ続けてて、でも完璧じゃないですか、全部のこの返しも。でその叶姉妹2人のラジオで一回美香さんは
不満とかありますかみたいなあって、でリスナーからのメールで美香さんが羨ましいですみたいな、京子さんのお世話をこんな毎日近くにやれて私も京子さんのお世話やれ、美香さんみたいやりたいなって時に美香さんとイラーっとして、じゃあやってみてごらんなさい。うわー溜まってる、美香さん溜まってるやん。皆さんからしたらねすごい楽しい場所と思いますけど、これ私にしかできませんからと俺も言われるんですよ。もう SNS とか毎日ギャルと入れて羨ましいですね、毎日こんな笑えて羨ましいです、ギャルのお世話私もしたい、やってみろと。なるほど。だから京子さんより美香さんに会いたいんや。はい、あるあるが共通のあるあるがあってもちろん楽しいこともあるしもちろん感謝もしてるけど、こんな人生で味わったことない理不尽を味わってんだぞっていう見たいわその2人のラジオ番組。このお互いのキモいあるあるの言い合いなんかどうにか数珠つなぎで美香さんまでいけんのいける番外編みたいな渡辺、特別編でなんとかいかれへんかな。傘いけるかなしたんわじゃあラスト。うわどうしようかな、これにしようか。じゃあちょっと最後に、ネタはいつまでやりますか？決めてないねんけど、いつまでとか、それを思うようになった。いつまでやんねやろう思ってなかったけど、そんなん、それはもう求められたらいつまでもって思ってたけど、そうよなと思って。僕ら渡辺の芸人って劇場がないから、ネタをやること強制ではないじゃないですか。そうやな。自分の意思でやるかやらないか、吉本やっぱりこの強制的にやっぱやったりとかあるけど、逆に劇場があるからそれでご飯食べていけるから、別にやり続けるよって人も理由にもあるけど、でも僕らってもう本当別に自分らの人気で単独やって呼べるか呼べないかとかなったりとか、結局ネタが好きかどうかなんか試される場所、事務所というか、ってなった時になんかそういうのってなんとなく、あとちょっとネタやりたくないな時期っていう時期もあったのかなとか。いやパーティーちゃんは別に俺ネタやり続けでいいと思うね。もっといろんな、なんならネタはテレビで活躍するためのものでいいと思うね。でも俺らの場合はやっぱネタで出てきたし、ネタ面白いと思ってもらって世に出れたから、テレビに出るための手段じゃないと思うね。軸の部分もう軸やと思うね。だからずっとそらやりたいし、もしネタがなくなったら、やれへんってなったら、不安っていうか、コントをやってるロッチのコカドが食レポしてますとか、コントやってる人が趣味でミシンやってますとか、もうコントが主軸としてあるから他のやつも楽しんでもらえてると思ってね。なるほど。でもそれがなくなった時のその不安っていうか、メインがなくなったみたいな気持ちにはなると思うねんな。だから、やっときたいけど、おもんないのにやりたくない。面白いと思われてないのにやり続けるとかは嫌やな。面白いと思ってくれてるからやっときたいけど、ただやればいいやんみたいな感じはないかな。それって中岡さんとも共有はあるんですか？その中岡も多分そう思ってるってさ、だってなあ勝手にやってんのも嫌やん誰も求めてないのに。でも漫才やったらなんか味とか出てくるけど、コントはなかなかその漫才に比べたらずっとやり続けるの難しいと思うから、だからコントの人は俳優さんになったりとか、そっから派生してが多いと思うねんけど、でまだコントやってる人で現役で
やってるって、やっぱバナナマンさんとか、03さんとか、サマーズさんとか、今それがどうなっていくかがまだ分かってないね。そっか。漫才師の人やったら、もう死ぬまでやる人がおるんやとか、前例があって、でもその前例まだコントってないねん。ないっすね。死ぬ直前までやってる人おらんねん。そういうこと一番上、今はサマーズさんとかが一番上。年齢で言ったサマーズさん。サマーズさんも1年に1回やってたんが2年に1回になって、だからなっていってんねんけど、サマーズさん、バナナマンさんが前例、それを今、パイオニアやるな。だから、コントで何歳までやるかの。その人たちを見ながらっていうのもあるし。そっか。ほんで、設定の切れ味とか、やっぱ俺若い人のものやと思うね。まあこと設定においての設定の切れ味とかは、新しい発想とか、やっぱおじさんのもんじゃないと思ってるんだな。だからそういう意味でもなかなかずっとやるのしんどいなとは思ってる。なるほど。だからもしかしたら試着室のネタとか、ここロッチの中でも何個かは年取っても面白いやろうなみたいなのがあんねんか、それを10本8本ぐらい集めて多分地方でこう回っていったら、60歳とかでもやっていけるのかなとは思うねんけど、いやいけると思うっすけど、そういうネタをな、なんか味が出るみたいなネタを、でもそれをやりたかったかなって思ったら別にそんな思ってなかったし、やり始めた時にそのだからそこはまだね解決してない。いつまでやるとかっていうのは。なるほど。前例もないから。うわでもまあ今それはもちろんやっててほしいとは思います。そのコント、ロッチさんのコントが面白いと思った人間からしたら、この50歳60歳になった時のコカドさん長岡さんのどうすんねやろな。いやそれほんまでも俺一生芸人で終わりたいと思ってる人でもないねん。舞台の上で死にたいみたいな人もおるやん。そういうね思考でもないねん。いやそんな分からんけどオーストラリア行って、サーフィンしながら過ごしたいとかも思うから。じゃあジロジロの時も言ってましたよね。言ってたっけ、一生板の上で芸人として全うしたいみたいな人でもないねん。それより自分が本当に今楽しいと思うことをやりたい人間やねん。そっか。だから今はコントしても楽しいし、ロケとか行っても楽しいからやってるけど、その時に楽しいと思ったことを選択すると思うから、だからコント一生やりますって大きい声で言われへんかもしれない。楽しいことの一個やから俺、お笑いって。今で言うとミシンも楽しい、サーフィンも楽しいとか、その中の一個、同じやねん。別にどれが一番とかでもないねん。それも最近たどり着いた。それ最近たどり着いた。お笑いだけを必死に見てた時はなんかしっくりきてなかった。でもそうじゃなきゃいけないみたいなのがあったからそういたみたいなのもあったってことですか。楽しい好きなことの一個って思えたら、すごい楽になった。笑いのことも楽しくより慣れたってことですか。慣れた。じゃあその距離感。でもその30？僕今32です。2の時はそんな思ってもなかった。お笑いでどうにか冠番組持ってとか思ってたけどいやでもそれはそれでめっちゃいいと思うし。じゃああれっすね、僕やっぱ今ギンギンなんで全然ギンギンはギンギンでもめっちゃ羨ましいし、素敵やと思う。僕がもっともっと上に上がってって、だからコカドさんがお笑いって楽しいなって思わせる場所を作ります。いや別にお笑い楽しいと思ってるよ、もちろん、好きやし、でもそれだけに体重全部乗せたら楽しいが薄まってしまうね、俺の場合は。なるほど。怒られるかもしれんけどこんなこと言ったら、いやミシンとかサーフィンとかいろんな楽しいことを
やる延長線上にお笑いもあってん、実は。はうん。そっち、俺はお笑いの逆行こうと思ってやったことでもう、くるっと回って、なんかお笑いに繋がってて。うんうんうん。いや、そうっすね。うん。それも芸人やと思うね、俺。はいそういうのひっくるめても。あり方として。あり方として。だから、もうそれ含め芸人やから、もう、そのお笑いだけに集中みたいな、もうあんまもう、それが芸人と思えへんかもしれん。ああ。さあ、ということで、ちょっとたくさんお話、いや、ありがとうございます。すごい、めっちゃ楽しかった。いや、いいよね、ほんまに、こういうの。はい。すっごくいい時間でした。すごいいい時間やったね。はい。なんか僕もなんか、まあ、本当はね、ちょっともうちょい聞きたいこともいっぱいあったんですけど。あ、そうなん？全然、いや、ないっすもん、コカドさん。だって僕、10年越しに今お酒飲めてるわけですから。いやいや、そんなん。一回間違えてだからエロくないといけないと思ってエロルート辿った5、6年もありましたし。いや、嬉しいです、本当に。楽しかったね。はい。次はコカドさんがホストとして、またそういうことやね。俺だから自由にさ、言っていいんでしょ、この人と飲みたいとか。まあ全然あります。なんか一応ありますんで、誰にしようかなみたいな。やっぱ、あんまり喋ったことない人と喋りたい。仲いい人とかよりは。はい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 。じゃあ芸人とか芸人じゃなくもあんまり関係なくですか？芸人。若手の芸人で、あんま喋ったことないけど、ちらっとネタとか見て、なんか面白いなと思った人の話を聞きたかったりはするけどな。エドマリーの男の子の子とか。バン。もう喋ってみたいし、足腰元気教室の内田ハータミンスペシャル。ハータミンとかもうあいつも相当面白いです。あいつモンスターなんじゃないかと思ってるし。久々に出てきた。そうやんな。だからこういう機会じゃないと喋られへん人と喋ってみたいなとは思うけど。次回はちょっとコカドさんがホストとして。はい。これでまたやめてくださいよ。俺のこと呼ぶみたいな。ないよ。もう勘弁してくださいよ。確実にそれだけはない。なんでですか？それなんでですか？意味分かれへんやん。なんでまた同じメンバーでお届けすんのよ。いい、その趣旨を無視してまでもう一回僕と会いたいとかないんですか？もうお腹いっぱいやわ。最悪。ちょっと感じたんだよ、15分ぐらい前から。お腹いっぱいの顔はしてたんだよ。大体分かった。そ知識欲として俺に会うのやめてください。大体分かった。人が好きで僕と会ってください。でも大体分かったから、今後めっちゃ楽しみ。どうなっていくのかっていう。5年後の菅ちゃんめっちゃ楽しみ。そうっすね。まあまあまあ相当かっこいいと思いますけど。憧れちゃうんじゃないですか。だからかっこいいのいろんな意味のかっこいいがあるやん。どのかっこいいになってるかっていうのが楽しみ。なるほど。どの方向のかっこいいの。いや、それはもうお見せしますんで。さあ、ということで、つなぎトーク、次回はコカドさんが誰を呼ぶのかもよろしくお願いします。楽しんでいただければと思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。ありがとうございました。いやー、飲みましたね、結構。でもなんか僕みんな事務所の若手の人とかと飲むこともあるけど、あんま僕ねお笑いの話とかねしないんですよ普段は。だからがっつりなんか芸人と芸人で話したなっていう感じでしたね。で菅ちゃんのなんかイメージと違う部分とかも見れたし、あんなちゃんと食事を大事にして楽しむんやっていうすごい好感持ってましたね、そこが。だからいいチャンネルですね、これは。いい企画というか。で僕が言えるんですよね、次。迷うわー、いっぱいいてるからな。本当にだからあんま喋ったことない若手の人とかもいいし、まあ同世代の芸人と最近どんな感じみたいなもういいですしね。どうだろう。なんかでも女の子と喋りたいなみたいな感じもありますね。ちょっと一回考えます。はい。やっぱ呼んでもらえる、指名してもらえるっていうのがまずはすごく嬉しかったです。なので
すがちゃんには本当にありがとうっていう気持ちでいっぱいです。ありがとうございました。